要するにパーキンソン、他の病気もそうですけども、先ほども言いましたけど、地球上がどこに住んでも病気になってもおかしくないという地球環境ですから、それが感受性がいい人はある農薬、ある化学物質、ある人のあるものの影響を受けて、それに対して反応するわけですから、生き物ってそうなってるわけですから、だからそれは地球どこにいてもそうなりますよ。そんな中で、じゃあどうしたらそういうふうになった時に抜け出せるのかということっていうのは、脳の仕組みなんですよ。これ医学じゃないんで、脳の仕組みの中で自分が存在している意味が必要ですよ。そういうものがあるから生まれてきたんだけども、それが生きてる中でだんだんそれに潰されていく、それにというか気づかない日常生活に振り回されて、そういうことっていうのはどんどん忘れていく中で、そういう化学物質系の影響とか農薬の影響の方が強くなってくる。多分それがこれが回転逆転する時だと思いますよ。だからそれがそういう自分が存在する意味が強い、そういうものをしっかり持ってる間はまだ負けないんだけども、それが下がってくると、その影響っていうものの結果が現れてくる。私はそう考えてますけど、だから、改めてあなたの存在している意味、理由質っていうのがあるんですよっていうのを歩き出したんですよ。でそれから良かったみたいですよっていう。だから治療っていうのは私はそういうものだと思うんですけども、医学的に勉強してきたものをやって通用するっていうことっていうのはほんのわずかだし、昔からそれでいて、そういう時代ももう終わってきたわけですから。ということは、医学的に勉強してきたもの、医学的なものはほとんど効果ないということがもう今分かってきたわけですから、そんな中でじゃあどうしたら効果が上がるのかと、その医学的なもので効果が上がらないっていうのは、医学的なもので効果が上がるような病気症状が少なくなってきて、それまでの医学的な技術とかそういう知識には効果が上がらない病気が増えてきたということですけども、でそれは自分の価値が下がってきたということですよ。まず人口が、私が生まれた頃は日本の人口が多分6000万から7000万だった。それが70年生きる中で1億2000万3000万と、それ倍増えたわけですよね。自分の価値が半分に減ったわけですよね。脳はそれはキャッチしますよ。自分の価値が半分に減ったわけですから、つまり自分が存在する意味に必要っていうものを持ち続けられる環境、自分が生まれた時は要するに生まれた時は100ですから、そういう環境だったのがどんどん自分の価値が下がってくるっていうのは脳がキャッチしてますから、その脳がキャッチしてるそれが下がっていくと同時にやっぱり免疫力が低下するんでしょうね。その低下するところで感受性が高まる中で、どうしても今の社会、そういう化学物質系が多いわけですから、そういうのに反応するでしょうね。その結果が人によって違ってて、それが全身に及ぼす影響というのがいろんな形で出てくるんだろうなと。だから元は多分一緒だと思いますよ。だから人の役に立つことをしたい、求めることに対して答えてあげたい、やりがい、生きがい、人の手をそのプロで、それを世界で